膝を伸ばしましょう。右足をしっかり膝伸ばしたままグッと上げます。これで90度まで上がらないとやばいです。逆足もやってみましょう。しっかり膝伸ばしたままグッと上げる。これも90度まで上がらないとやばいです。僕もやばいです。OK です。皆さんできましたか？この感覚を覚えておいてください。最後にもう一回チェックします。一回両膝を曲げましょう。片方ずつ足をなるべく高く上げていきます。膝は曲がっても OK。なるべく高く上げる。勢いよくスピードつける必要はないです。ゆっくり高く上げる。腹筋も効いてきます。頑張って。どうしても腰痛い人、膝ぐっと曲げちゃっても OK。なるべく高く上げる。頑張れる人はなるべく膝を伸ばしておく。腹筋も意識してなるべく高く上げて。頑張って。OK。そしたら次、両膝曲げた状態から片膝ずつしっかり伸ばしきる。左足を伸ばしきる。ゆっくりでいいのでピンと膝伸ばす。膝の裏、ふくらはぎあたり伸びてくると思います。余裕がある人はなるべく高く上げる。伸ばしきる。きつい人はこうやって低い高さでも OK。しっかり膝伸ばしきりましょう。さらに余裕があればつま先も手前にグッと引いちゃうとより効果的です。きつい。OK。そしたら次はこの膝曲げたままつま先をグッと上げましょう。こんな感じ。つま先上げる。しっかり高く上げる。ゆっくりでいいですよ。つま先しっかり上げて。頑張って。最初に柔軟性のチェックやったじゃないですか。あれ、90度が理想っていうか、普通に暮らす上で必要な柔軟性です。だから僕もね、正直、靴履いたりするときとか結構きついんですよ。だから娘の抱っこも結構きついです。ってぐらい90度上がらないとまずいので、一緒にね、できるようになりましょう。もうダイエットよりね、もっと前の話、普通の日常生活で必要です。OK。そしたら次、股関節大きく外回ししていきましょう。こんな感じ。反対に左足曲げておいても OK です。できる限り大きく外回し。ゆっくり大きく。呼吸は止めないようにしましょう。普段動かさない範囲まで動かすことがポイントです。ゴキゴキなるよって方、痛みがなければそのまま続けて OK です。痛みがある方は、ゆっくり小さく痛みがない範囲で行っていきましょう。呼吸は止めないで。ゆっくり大きく。よし、OK。次、左足行きましょう。大きく外回ししていきます。結構ね、柔軟性がないと痩せないのっていうような質問をよくいただくんですけど、なんかすごいシンプルに柔らかい方が血流良くなって代謝上がるみたいなイメージ皆さんありますか？なんか本当にもう超シンプルにそういうイメージでいいです。単純に柔らかくなったら血流良くなって代謝が上がる、痩せやすくなる。もう本当にそれだけです。結構難しい説明もあるんですけど、それをね、理解するよりもまず柔らかくする方が先だと思います。OK。じゃあ次は膝曲げたままぐっと足持ち上げる。お尻を浮かせるイメージ。お腹しっかり使いましょう。膝と膝つけておくと下っ腹も効いてきます。頑張って。きつい。頑張って。お腹効いてますか？きつい。次はね、キープする種目なんで、ちょっとこの種目ね、最後まで頑張りましょう。ラスト1回しっかり上げる。OK。じゃあ次、右足をしっかり伸ばしきって、この状態でキープします。きつい人はちょっと下げてもいいです。余裕がある人は高く上げる。それでも余裕があったら、つま先自分の方にグッと向けちゃいましょう。膝はしっかり伸ばしておく。もちろんこの時、前もも力入るのは OK です。前ももがね、筋肉太りしないように、最後前もものストレッチ入ってますので、安心してください。しっかり伸ばしきって OK です。次、逆足伸ばしきります。左足しっかり伸ばしきる。余裕があれば高く上げちゃいましょう。ふくらはぎ、膝の裏伸びてれば OK。
さらに余裕があれば、つま先手前に引いてもいいです。きつかったら下げてもいい。ふくらはぎ、膝の裏伸びてればそれで OK です。この膝の裏硬い方、ふくらはぎ伸びる感じ全然ないと思うんですが、膝の裏だけでも伸びてればね、十分 OK です。基本的にこの動きしちゃいけないよって動きはないので、そんなにね、うまく伸びなくても気にしなくて大丈夫です。OK。じゃあ次、こうやって膝曲げたまま足持ち上げて、足パカしていきましょう。限界までしっかり開いて、しっかりギュッと閉じる。ギュッと開いて、閉じ切る、ギュッと。皆さん、岡田さんと僕のコラボ見てくれてますか？一応概要欄貼っておくんですけど、岡田さんにね、こう、正しい足パカというものを教わってるので、見たい方はぜひ見てみてください。きつい。しっかり閉じ切る、ギュッ。急ぐよりも普段動かせない範囲で動かすことが大切です。OK。そしたら次、股関節内回ししていきます。大きく内回し、右足からです。呼吸はね、止めないようにしましょう。ゆっくり大きく回していきましょう。これも同じくゴキゴキなる方、痛みがなければそのまま続けて OK です。痛みがある方、ゆっくり小さく痛みない範囲で回しましょう。普段動かさない範囲で大きく回す。しっかり大きく。よし、OK。そしたら次は左股関節大きく内回ししていきましょう。これもポイントは普段動かさない範囲で回すこと。スピードよりもゆっくり大きく回すことが大切です。皆さんどうしてついてきてますか？各動画ごとに1種目のね、秒数とか、種目と種目の間の休憩の秒数とかね、細かく書いてるので、もしね、こう、いい悪い、もっとこうしていってのがあれば、ぜひコメント欄に遠慮なくリクエストいただければと思います。ちょっとこの次きつい種目いきますよ。よし、OK。そしたら次、両膝曲げたままでいいんですが、片方ずつ、ぐっと、高く上げる。これはね、さっきと違って反動をつけるイメージ。余裕あれば上半身もちょっとこうやって起こす。腹筋も効きます。反り腰の人とかはね、これがね、すごいきついと思います。しっかり腹筋意識しつつ、足を高く上げる。頑張って。きつい。お腹意識できてますか？頑張って。きつかったらサボってもいいですよ。再生速度ね、速くしたり遅くしたりして調節しても OK。じゃあ次は左足右、こっちにねじります。このまま深呼吸しましょう。この反対の左肩できたら床につけておいた方が効果的です。腰、背中、お尻あたり伸びれば OK。よし、深呼吸。呼吸はね、常に止めないようにしましょう。反対肩、左肩、なるべく床につけておいて。OK。次、逆足いきます。右足を左、こっちにぐっとねじります。この状態で大きく深呼吸。もう一回吸って。はい、吐いて。本当余裕があれば、こっちの肩しっかり床につけておくと良いと思います。反り腰の方も太もも痩せない方もね、もうほぼ間違いなく腰、お尻硬いので、しっかり伸ばしておきましょう。よし、OK。次は、膝曲げて、しっかり膝同士つけたまま、お尻を持ち上げる。裏もも、お尻を使う。しっかり裏もお尻使って、きつい。しっかり上げる。ぐっと上げきる。膝同士つけておくことで内ももを効きます。頑張って。もうとにかく僕がズボラなのでですね、お尻、裏もも鍛えながら内ももも鍛えるために膝閉じとくって感じです。楽して両方鍛えちゃいましょう。OK。次。膝曲げたまま足パカして限界まで開いてキープ。ついでにお尻ちょっと持ち上げておけば
腹筋も効いてきます。こうやってね、余裕であれば手で開いても OK。こうやって。結構スマホを手に持ってやってる方多いんですけど、スマホを手に持ってるのね、きついと思うので、こう固定するやつとか、あとね、ズボラ用になんかね、こんな首に引っ掛けるやつもあるので、もし興味あればと思って、今回概要欄にね、ズボラスマホ固定グッズを貼っときます。OK。そしたら次は、右のふくらはぎを左の膝のお皿に当てて、マッサージしていきます。なんか僕の勝手な予想なんですけど、多分スマホを持ってやってるこの手が疲れてるんじゃないかなって前からずっと思ってて、正直どうですか？ありますそれ。で、スマホをこうやって持ってると、こう何が良くないかっていうと、結局手が前にある時点で、この時点でもう肩巻き型になってるんで、なんか足痩せしたけど肩凝ったみたいな。まあなんかちょっと本末転倒感があるので、なるべくね、スマホは固定した方がいいのかなと思ってます。OK。じゃあこれで左のふくらはぎ、右膝に当てます。これでマッサージしていきます。こんな感じでね、こうゴリゴリ横にこすったり、上下にしたり、いろいろして。で、大体ふくらはぎのね、下の方、足首に近いところの方が硬いので、そこをね、重点的にやるといいんじゃないかなと思います。で、この次の種目からうつ伏せになります。ちょっと体勢変わってめんどくさいんですけど、前ももね、たくさん使ったので筋肉太りしないように、前ももしっかり伸ばして、裏ももお尻使う種目をうつ伏せでやっていきます。